皆さんおはようございます。くまさんの YouTube 農業大学講師のくまさんです。前回は日本酒のルーツや酒蔵に飾られている杉玉について皆さんと一緒に勉強してきました。今回は日本酒の缶作りをはじめ3つのキーワードについて一緒に学んでいきたいと思います。まず缶作りからいきたいと思います。皆さん缶作りってご存知でしょうか？難しい言葉ですね。でもこの缶作りがわかると日本酒の作り方について理解が深まるんですよ。まず皆さん、日本酒ってどの季節に作っているかご存知でしょうか？今は機械化が進んで周年で生産しているんですが、かつては冬の時期に仕込んでいたんです。江戸時代以降に本格的な日本酒作りが開始されると、日本酒を冬に仕込むのが基本となりました。寒い時期に日本酒を仕込む、だから缶作りなんですね。そして寒い時期に日本酒を作ることは日本酒の品質を高めることにとても大切なことだったんです。缶作りでは秋に収穫した新米を使って風が冷たくなる10月下旬から準備を行い、缶の入りから翌春にかけて仕込むんです。冷気の中で米を蒸した時に立ち上がる蒸気や香りなど、缶作りは酒蔵のある地域では今も季節の到来を告げる風物詩でもあります。1667年、当時最も酒造技術が進んでいた現在の兵庫県伊丹市で缶作りが確立されました。その後、江戸幕府が缶作り以外の醸造を禁止したことで、缶作りの醸造法が主流となっていきます。江戸幕府が日本酒作りの時期にまで介入するのって違和感がありますよね。でも理由があったんです。当時は農作物の不作が現代に比べて頻繁に起きていました。そこで江戸幕府は秋に人々の主食であるお米の収量を見極めて、収量の少ない年には日本酒作りを制限させ、お米を主食用に回せるようにしたんです。こうすることで飢饉の発生を抑えようとしたんです。そのため日本酒作りを冬の時期まで待ってもらう必要があったんですね。そして缶作りが主流になったことで、酒造りは冬に限定された仕事となりました。これによって農家が農閑期に出稼ぎとして冬場だけ杜氏など酒蔵での仕事を請け負うようになったんです。杜氏って日本酒作りにおける蔵元の責任者なのですが、農家さんが冬の時期に勤めていたんですね。一方、缶作りは日本酒の品質を高めるために理にかなっていました。日本酒作りにおける低温の重要性について専門家はこのように話しています。かつては杜氏元といって杜氏の日に一気に酒母を作りました。仕込み過程では何度も冷ます作業をしなければならないため、冷蔵設備のない時代は外気に頼るしかありませんでした。灘では六甲山から身を切るような北風、六甲おろしですね。この六甲おろしが吹くため、酒蔵はこの六甲おろしが入るよう北向きに窓があります。日本酒を仕込む際には冷ますことがかなりのウェイトを占めているんです。日本酒作りにおいて冷ますことの重要性が伺えますね。はい、ここまで缶作りについて見てきました。日本酒って発酵する工程を持っているんで、暖かい日に行うのがいいのかなと思っていたんですが、そうではないんですね。材料を冷ます必要がある。それで冬の時期に作られるようになったんですね。そして江戸幕府の方針により缶作りが定着して、これによって農家の皆さんが農閑期に酒蔵で働く文化も生まれたんです。面白いですね。ということで次は今のお話にも出てきた杜氏について見ていきたいと思います。前回の授業の中で口上酒を作る巫女を束ねる女性のことを杜氏と言って、この杜氏から派生して杜氏になったと説明させていただきました。こうしてみると日本酒作りのルーツが現在の作り方とはだいぶ違うにしても口上酒にあると理解できますよね。杜氏は日本酒作りの責任者なんです。酒蔵では酒造りに携わる人たちを蔵人と呼ぶのですが、蔵人たちを率いる監督で酒造りの全責任を任される人、彼らが杜氏と呼ばれるんです。杜氏は卓越した技能者で、厚生労働大臣から表彰される杜氏もいるほど酒造りのプロフェッショナルなんです。先ほど缶作りのお話の中でも少しご説明させていただいたんですが、江戸幕府は米の不作に備えて酒造りを冬場だけに限る命令を下していました。また寒冷な気候は日本酒の質が向上しやすいこともあって、冬に酒造りを行う缶作りが主流になっていきました。
そこで普段は農村に暮らす農民たちが農閑期になる晩秋から早春の頃にかけて季節雇用の形で酒どころに出向いたんです。そうして生まれたのが杜氏制度でした。杜氏制度とは季節労働者である蔵人とその長である杜氏により日本酒を作る制度のことです。蔵入りとか秋入りなどといって農閑期となる11月頃に杜氏が蔵人を率いて酒蔵に集まるんです。それから翌年3月頃まで寝食を共にして息を合わせていい日本酒を作るんですね。昭和30年頃まで日本酒作りはこうした季節労働者である杜氏と蔵人たちによって支えられていたんです。しかしそんな杜氏たちにも転機が訪れます。杜氏制度は戦後しばらくは統制が取れていましたが、その後杜氏は激減してしまうんです。農村の後継者不足のほか、農閑期に農家の皆さんが働く勤務先の多様化したことなどがその理由でした。日本酒作りは当時、秋から春にかけて泊まり込みで行うきつい肉体労働でした。ひょっとするとそうしたきつい肉体労働を避けたいという心情も作用したんじゃないかなと思います。1978年には全国で3000名近かった杜氏は2015年には700名程度となっています。複数の蔵を掛け持ちしている杜氏もいますが、全国に約1400ある蔵元のうち約半数が杜氏不在ということになります。女人禁制は昔の話で、今や女性杜氏も珍しくないそうです。また、オーナーや社員自らが杜氏を務める蔵元も増えました。獺祭ブランドで有名な旭酒造では、杜氏がいないことで有名なんです。旭酒造では、社員のみで日本酒作りを行っていて、徹底したデータ管理で、常識にとらわれない日本酒作りを行っているそうです。旭酒造では、杜氏がいないというよりは、杜氏と蔵人という旧来の構造から脱却したスタイルとして、メディアでも紹介されています。時代の変化とともに、酒蔵における日本酒作りもまた変化しているんですね。最後になって脱線なのですが、私は杜氏というと、昔読んだ漫画、おいしんぼに出てきた、杜氏と水のストーリーがとても好きです。このストーリーでは、口数の少ない気難しい杜氏が主人公で、この杜氏は、勤めていた酒蔵との意見の相違からそこを辞めてしまって、東京からスカウトに来た酒蔵に勤めようとしていました。でもそのスカウトは、日本酒作りにおいて大切な水の味の違いがわからない方で、そのことに失望した杜氏が、やはり東京の酒蔵では勤務できないということで、故郷に帰りたいと言い出すというストーリーです。このストーリー、今でも大好きなんですが、今改めて読み返してみても、杜氏のことを端的に表していますよね。杜氏ってもともとは農家さんなので、決して饒舌とは言えないかもしれません。でも一方で、水の味の違いを理解するなど、日本酒作りに長けた立派なプロフェッショナルなんです。ということで最後に脱線してしまいすみませんでした。ここまで杜氏について見てきました。日本酒作りの責任者である杜氏は、奈良時代初期に始まった口上酒作りにルーツがありました。当時巫女たちを束ねる存在、彼女たちは杜氏と呼ばれ、現在の杜氏はここから派生していました。そして江戸時代になると、農閑期の農家の中から日本酒作りに長けた人たちが酒蔵に集まって、季節労働者として日本酒作りをしていました。そしてその責任者が杜氏でした。今では農村の後継者不足などから杜氏が激減していて、酒蔵によってはそれまでの杜氏、蔵人という日本酒作りのシステムから脱却したところもあるんでしたね。杜氏いかがだったでしょうか。そのルーツは奈良時代初期にまで遡るということは驚きでしたね。また、江戸時代に始まった杜氏制度は後継者不足などから衰退し、今では杜氏の人数も随分減っているんでしたね。日本酒作り、もちろんこれからも続いていってほしいなと思うんですが、杜氏たちが関わる日本酒作りは近年は時代の変わり目に来ているのかもしれませんね。ということで杜氏について見てきました。本日最後にご紹介させていただくのは、日本酒の蔵元に多い政宗という名前についてです。皆さん、日本酒には様々な銘柄がありますよね。八海山とか獺祭とか、よく聞く日本酒、これらが銘柄ですね。その様々な銘柄に、なんとか政宗というもの多いと思いませんか？なんとか政宗という日本酒の銘柄は、全国に約150もあるそうです。150ってすごいですよね。ではこの政宗、どうして多いのでしょうか。政宗の元祖は1625年に灘地方で酒造りを始めて1717年に創業した蔵元です。その6代目当主の山村太左衛門という人は1840年に宮水を発見して
同じ頃に日本酒のブランド名として政宗を酒名としました。当時灘では歌舞伎ゆかりの名を酒名にすることが多かったそうで、太左衛門の蔵でも歌舞伎の名石坂東彦三郎の俳句名から取った新水を酒名としていたそうです。太左衛門は京都の寺を訪れた折に臨済清舟の経典を見てひらめいて、清舟に語感が似ていることから経文通り清舟のつもりで名付けたそうです。でも江戸っ子はみんな清舟とは読まず政宗と呼び習わしたそうです。この政宗をはじめ灘や伊丹で生産されて江戸に運ばれた日本酒は下り酒と呼ばれて、江戸時代の江戸では大変な人気でした。当時江戸近辺で作られた日本酒は醸造技術がまだ進んでおらず、現在のどぶろくに近い濁ったお酒でした。そこに上方で生産された透明で澄んだ日本酒が生産され、この日本酒が江戸に送られて大人気になったんです。そして下り酒として江戸で大人気になったことで、政宗の名前にあやかる蔵元が続出したんです。今では商標や著作権などで保護されていますが、当時はそうした規則もありませんでした。有名なものにあやかろうとして同じ名前を使う蔵元がたくさんあったんですね。ところが1884年に商標条例が発令されると、政宗という蔵元は懇願者が多すぎて受理されず、普通名詞扱いとなってしまったそうです。そのため政宗の頭に何とかを冠したものが商標になったということなんです。つまり今も日本酒のラベルに見られる政宗とは、宮水を発見して江戸で一大ブームを巻き起こした日本酒のブランド名だったんですね。そしてそれを名付けた人は政宗ではなく、清酒に語感が似ていることから清舟と名付けたつもりが、江戸の人に政宗と呼ばれていたというお話でした。面白いですね。はい、ということで今日の授業では缶作り、杜氏、そして政宗について見てきました。どれも興味深いお話ばかりでしたよね。私は個人的には缶作り面白いなと思いました。日本酒って工程の中で冷ます必要があったんですね。そして江戸幕府が冬の時期に日本酒作りを限定する指令を出したことで缶作りが主流になったんでしたね。そしてこれによって農家の皆さんが冬の時期に副業として酒蔵に勤める杜氏制度が盛んになって日本酒作りを支えていった。つまり日本酒作りは農村や農家の皆さんが支えていたんですね。ちょっと脱線しますが、フランスのワイン作りは修道院が長い間支えていました。この対比で見ると、日本酒作りは権力と結びついたものではなく、ずっと庶民が支えてきた、そんな食文化なんですね。面白いですよね。次回はですね、ここまでお話を聞いていただいて、さらに日本酒について詳しくなりたいという方向けに講義を展開したいと思います。ここまでの講義の中で日本酒の基本的なことは抑えられたと思っています。これらを踏まえてやや応用というか難しいことも見ていきたいと思っています。でもここまでの授業を通して基本は抑えられましたので、すっと理解できると思います。なので次回もまた一緒に楽しく勉強していきましょう。最後になりますが、今回の動画がいいなと思ったら高評価、チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。次回もまたお会いしましょう。それではまた。